ある音楽雑誌の取材で、ある編集部を訪れた時に、ちょっとびっくりしたことがあって、その音楽雑誌というのは、基本的には邦楽を扱ってるんですね。日本の音楽を。編集部にいる方々、みんな邦楽大好きな人たちなのかと思いきや、いろいろ話聞いてると、みんな洋楽を普段聞いてるんですって。そんなに洋楽好きなら、2、3ページぐらいは洋楽を紹介するようなところがあってもいいのかななんて、ね、ちょっと余計なお世話を言ったらですね、洋楽を載せると雑誌が売れないんだと。なので、普段聞かない邦楽を一生懸命、勉強して出版してるんだと。なんかちょっと複雑な気持ちになって、良い悪いというよりは、良いものがいいだと思うんですね。小さな池の中だけで死んでいく必要はないと思うんです。小さな池のことを悪く言ってるわけじゃなくて、そうじゃなくて、逆に言うと、だから今、日本中で洋楽ブームが起きてたら、逆に僕は邦楽だらけでこれやってるはずなんですけどね。CD いっぱい持ってますけど、割合としてはね、邦楽も洋楽も同じぐらいです。5月にまた緊急事態宣言が延長されましたけど、その5月に何事もなければ来日してね、日本でツアーをやってたアブリル・ラビーンがね、やっぱりそのデビューが衝撃で、ファーストアルバムがね、多分まだ彼女が10代の頃ですよ。世界中で2000万枚売れてるんですよね。2000万枚ってことは300人ぐらいに1人が彼女のファーストアルバム持ってるんですよね。これとんでもないことで、Tomorrow っていう曲をね、Tomorrow といえばなんかミュージカルでも Tomorrow があるんですけど、アブリル・ラビーンの Tomorrow はね、メッセージとしてはね、ネガティブな、外出自粛でね、みんなの心もちょっとこう、憂鬱になってると思うんです。Tomorrow もね、実はそこから始まってるんですよね。なんかこう、いろんなこう、励ましがあったりとか、自分を奮い立たせようとしてもですね、なんか自分の中でやっぱりできない。やっぱりできない。うまくいかない。みたいなことからこう始まる。でも、明日はきっとうまくいく。明日はきっと大丈夫。みたいな曲になるのでね、皆さんのギターも明日大丈夫になるはず。はい。カクタス持ってない人たちはこのビデオ見れないかっていうとそうじゃない。いいですよ。カクタス持ってなければ、市販のカポタストを2フレットにつけてください。ね。その図の中にある黒と白の全ての要素をしっかりと抑えれば、これで大丈夫。なんだけど、もしそれができなくて難しいって時は、カクタス使ってください。ね。カクタス使うとどうなるかというと、これ2フレットにとりあえずつけますね。2フレットにパッとつけます。で、この図を見てもらえるとわかるんですけど、カクタスつけたときは、この黒い丸だけ押さえとけば大丈夫。それ以外の白いところは、押さえられる人は押さえてください。ただ、今押さえられない人たちは押さえなくていいので、人間だからだんだん慣れていくんですね。そうすると、あれもう一本押さえられるかもしれないと思って、指をね、どこでもいいんです。その白いところを一つね、追加する。また一つ追加する。気がついたらそれ全部押さえてるようになる。その状態が来たら、カクタスを外して、カポタストをつけて、同じようにやってあげればいい。ね。そこまでできれば、カポタスなくても、そのまま普通に弾けるようになるわけですね。このビデオはカクタス向けに説明していきますけど、カポタストの人たちは、全部押さえるんだな、と思ってください。この曲に、登場するコードは計5つですね。ビートルズとかオアシスとかね、ひとまず指1本でずっとやってきたんですけど、なんとなくこの指2本でみんないけるんじゃないかなと思った。それはなぜかって言ったらスマホ時代じゃないですか。でスマホって割とこう2本で使うでしょ、これピー。で、なんか2本ぐらいだっていけんじゃないかなと思ったんで、今日ちょっとアブリル・ラビーンで2本ぐらいにチャレンジしようかなと思ってます。だから黒い要素が、時々2になります。はい、まず G、ね、こちらをジャラランと。やりました。次、E マイナー。はい、そして C。はい、そして D。そして最後に Bm7。こいつです。2本使います。指使いを気をつけてくださいね。細かい説明はいろいろ省いてますんで、なんかわかんないな。このビデオの人は何を言ってんだ今。っていうようなとこがあったら、ビートルズ編を見てください。そこに全部見方とかね、すべてあります。はい。そして、この5つのコードを覚えちゃってください。覚えないと先には活かせません。YouTube でそういう機能があるといいね。
このビデオはね。もう他のシリーズ見ていただいてる方々はわかると思うけど、一人残らず挫折者を救うっていうこの覚悟がね、音符を使わないっていうこのリアルな映像にね、しっかり出てると思うんで、おそらく今日の課題の、95% ぐらいをここのね、ストラミングに費やしていただくことになると思います。4拍子の曲になります。一言で猫って言ってもね、いろんな猫がいるじゃないですか。あ、猫が飛び出してきたって言っても、それがペルシャ猫なのか、ね、アメリカンショートヘアなのか、いろいろいるわけですよ。でも、あ、三毛猫が飛び出した。しかもオス、レアなやつみたいなことまで言わないのは、猫でいいからです。ね。この4拍子の中にいろんなタイプがありますよ。でも4拍子ですよ。という意味の4拍子です。4拍子というリズムが一つあるわけではございません。いつも不思議なんですけど、なんで8ビートは8ビートなのに、英語なのに、16ビートってなんで16ビートって言わないんでしょうね。8ビートって言えばいいのにね。1、2、3、4、1、2、3、4と、それを繰り返して、ずっと続けられる拍子を4拍子と言いますけど、Tomorrow という曲は、この1、2、3、4のこの1、それぞれね、一つ一つの中に4つのマスがあるんですね。この一つに4つ宿ってるんです。この一つにも4つ宿ってる。この一つにも4つ宿り、この一つも4つ宿ってるんですね。これで1小節ですけど、計いくつのマスがそこに入ってますか？ 16 なんですね。16。さっき聞いたね。16ビート。タタ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 。それをしっかり感じながら、プレイしていくんですね。あるいはリスナーが感じながら、それを聞くわけですね。ギターだとこういう風になると思います。この弦に軽く触っといてください。左手でね。触っとくんですよ。押さえちゃうと音出ちゃうんですけど、軽く触っとくだけ。軽くカッて音ください。ね。これストラミングの練習にいいので、必ず振り下げるところから始まる。3、4、1、2、3、4、もう一回いくね。1、2、3、4。これが16ビートの曲を弾く際の下地になります。空振りを入れていくんですよ。どこでどれを空振るかっていうのがものすごく重要なんです。僕がカウントしてる時からもうね、空中で振り始めてください。3、4、1、2、3、4。はい。どうでしょうか。こういうものこそ、音符を使って説明したい。でも音符読めない人が見てるわけですよ。でも僕、もう約束しちゃったから、このビデオはもう一切音符使わないってもう約束しちゃったから、ほら、これ。ほら、もう使わない、もう絶対使わないっていうこの覚悟ですよ。はい。ダメだ。もうギター、もう無理。向いてないみたいな何割かの方々はそうなってるはず。だから、そこまでさせません。できる人はやってください。それ以外の方はこれでいい。振るのは一緒。1拍目と2拍目。じゃーん、じゃーん、じゃーじゃーの、こいつをひたすら続けちゃっていい。3、4、じゃーん、じゃーん、じゃじゃじゃーん、じゃーん、じゃじゃ。こうやって振り続けていると、例えば気分が乗ってきた時に音符がちょっと増えたりとか、ちょっと減ったりとか、そういうことができるんですね。これで抜き差ししていけば間違いなくリズムには乗っかるので、ちょっと多少その辺はね、緩くでいいです。皆さんのさじ加減で崩しながらやってください。コードを当ててきます。G、Em、C。はい、これの流れいきます。ね、最初振りながらね。いくぞ。3、4、最初 G。マイナー C もう一周いきますか？もう一回いきます。マイナーみたいな感じでこうやってぐる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 っと回していくと、多分イントロと歌い出しの、しばらくのところまではいけます。曲の、そうですね、大体半分ぐらいはこのパターンで大体いけると思います。なので、もう一パターン覚えれば、この曲はなんとかコード伴奏がいけます。3、4、E マイナー、D、
が2本指の B-7。これが2パターン目。1つ目のパターンと2つ目のパターン、曲を聴きながらね、絶対わかりますから、このパターンがここなんだな、このパターンがこっちなんだなっていうことを耳で確かめながらやっていっていただければ、この曲ね、つるっと弾けるようになります。16ビートを乗り越えるコツ。手は1小節に16回振り続けるんだけど、皆さんの体のフィーリングの中に4拍子を出すんです。1、2、3、4。基本にしっかり忠実に、今はこれ振っているわけなので、ここから発展させる際にも間違ったことは起きません。そうしたらね、皆さんのトゥモローは2つの意味で明るいと思います。やっぱステイホームが一つのきっかけになればね、それはそれでこう、あの時頑張ったステイホームも悪くなかったなって、今は無理だけど、結果そうなったら、まだ救われるじゃないですか。なんかそういった一つの、なんかきっかけに今日のね、トゥモローがなればいいかなと思って、ざっくりやりました。コロナが落ち着いたらね、カナダのね、国立自然公園とかでね、大自然見ながらね、たまに出るグリズリーとかもこう眺めながら、過ごしたいですね。そんな明日が来るのを夢見ながらね、引き続き自宅でね、頑張りましょう。もうすでに必要なアドバイスはもうやってますから、ちょっとその先に行きたいという人たちね、1小節のサイズのパターンなんですけど、実はね、あれが2小節パターンの前半に過ぎないんです。2小節目が実はちょっと違うんです。で、これ聞いて皆さんが気づいたら、それは素晴らしい。聞き分けてみたらいいんじゃないかな。この曲ね、まあ YouTube とかでもすぐ聞けますから、音源持ってる人はね、自分の音源で聞いてください。で、一番最初のイントロすごく短いんですね。ここを聞いてください。で、この1小節目と2小節目のある一拍だけ違います。これがどこなのかを聞き分けてください。例えばね、1小節目の3拍目と2小節目の3拍目、ここだけ違う。それ以外は一緒だ。みたいな違いが聞き分けられたら素敵。さっきストラミングの練習するときに弦をこうやって押さえたじゃないですか。これミュートしてます。っていう音がその問題の一拍に入ってます。プラスコードがジャーンとなっている。こんな風に聞こえると思います。例えば C っていうコードでね、やるとしたらですよ。C のコードは指は準備しておきます。なんだけど、ミュートしておきます。余韻が鳴らないように触っておきます。このチャッチャッチャーンっていう一拍が、その今の2小節間のどこかにありますんで、こんなにビギナー愛に溢れたクイズが他にありますか？どうしても分かんなかったら、なんか騒いでください。はい、ここ10年、20年の J-POP は、ギター、あるいは楽器を始めようと思った人たちにとって、あまり都合のいい構造じゃない曲がものすごく多いんですね。言ってみると複雑なんですね。で、結果、ビギナーの9割が1年以内に挫折しちゃうという悲劇が起きてるんですね。ある程度そこそこ弾けるようになったら何でも弾けばいい。で、やっぱり最初はできる限りシンプルで、例えば料理教室でテーブルにね、50種類ぐらいの食材がブーって並んでいて、こう叩いたり、揉んだり、揚げたり、いろいろやったりして、ポンと一つできるわけですね。これが、ひょっとしたら、音楽でいう J-POP。それに対して、たった5つの食材を使って味わいを出す。きっとね、その2社は、だいぶ違うものができると思うんです。でもきっとね、どっちも味わい深いんですね。最初に5つぐらいのその食材で作ったこの料理をまず手始めにトライした方がいいんだと
思いませんか皆さん。そうですね。ギターを始めるときに洋楽から始めるっていうのは理にかなってるというか、まあ皆さんを守るためのね、ビギナーを守るための選択だと思うので、まあそういったことも覚えておいてください。シンプルだったらいいっていうことでもないんです。僕の知人に近くのね、ギター教室に通ったんですって。多分フォークソングみたいなものをイメージして、そのギター教室の門を叩いたんだと思うんですね。そしたらそこの先生がちょっとこう癖のある人で、金ポーゲワルツから始めますと。金ポーゲワルツ。どれだけシンプルだったとしても、やっぱり弾けた時にそれ相応の喜びがないと、それはそれでくじけちゃうわけですよね。アブリル・ラビーンはね、やっぱなんかコロナでこう、世界中が乱されちゃった時に、私は鎧を着て飛び出していく戦士たちをいっぱい見たと。例えばその医療従事者だったりとか、ライフラインをね、守る人たちが戦いに行く。やっぱそこに対してこう、アブリル・ラビーンは何かこう、メッセージを発したいんだなと思ったんでしょうね。で、もうまさにその文字通りのね、We are warriors っていうね、この本当にコロナの渦中で、世界に発信したんですね。アブリル・ラビーンって何者みたいなところにちょっとこう興味を向けてみたらどうかなと思うんです。